わずかに10秒。その瞬間、敵地シカゴの空気は一変しました。大谷翔平の放った一撃がスタンドへ吸い込まれると、球場は騒然。さらにマウンドでは山本由伸が圧巻の投球で打者を次々と封じ込み、観客たちは思わず息を飲みました。驚くべきことに、この日最も大きな歓声を浴びていたのはホームチームの選手ではなく、日本からやってきた2人のスターだったのです。なぜ敵地で異例の大熱狂が巻き起こったのか。現地メディアも総出で伝えた、その衝撃の舞台裏に迫ります。ドジャースをホームに迎えたホワイトソックスは、初戦から見事な勝ち方を見せました。しかも、ただ勝っただけではありません。試合の最初から最後まで、今の自分たちなら王者相手でもやれる、という空気を、球場にもベンチにも漂わせていたのです。直前にはブレーブス相手にも勝ち越し、サウスサイドのファンの熱気は完全に最高潮。去年までの、どこか重たく沈んだ空気ではありません。スタンドの反応も、選手たちの表情も、ピンチの時の踏ん張り方も、何もかもが別のチームのように見える。それほどまでに、今のホワイトソックスは変わっています。特に印象的なのは、試合運びそのものに漂う落ち着きです。以前のホワイトソックスなら、強豪相手に先手を取られた時点で空気が重くなり、どこかで崩れてしまう場面が少なくありませんでした。しかし今は違う。点を失っても慌てない。凡退しても下を向かない。若い選手たちがベンチで見守る村上宗隆選手と共に声を掛け合い、すぐに仕掛け直しています。この粘りと明るさこそが、去年との最大の違いです。それを現地のファンは、結果以上に強く感じ取っているのですね。その熱気を象徴していたのが、前日の試合中にスタンドから巻き起こった、WE1 と勝敗の大合唱でした。敵地のファンが、相手チームのスーパースターを恐れることなく本気で見たがるちゃんと。これだけでも異様な光景でしたが、ホワイトソックスのファンにとって大谷翔平とは、単なる人気者ではありません。この球場で何度も絶望を見せつけ、投手陣の心を折り、ファンの記憶に深く爪痕を残してきた、怪物、なのです。だからこそ、恐ろしい。だからこそ、目に焼き付けたい。今の俺たちなら、怪物とも戦える。そんな感情が、あのチャントにはそのまま現れていましたね。ホワイトソックスの地元放送局、NBC スポーツ、シカゴ。でも、試合前から大谷翔平選手の話題でもちきりでした。スタジオでは実況のジョン・シュリッフェン氏と、元監督でありシカゴ名物の熱血解説者を GDN 氏が、大谷翔平という存在の大きさを改めて語り始めました。この3連戦は今季屈指のシリーズになるはずだった。今のホワイトソックス対ドジャース。それ以上のカードはそうない。すると OG はいかにも彼らしい口調でこう続けました。でもね、正直、監督目線で言えば、相手のラインナップに大谷翔平の名前があるのとないのとでは大違いなんだ。あんな打者を相手にゲームプランを立てるなんて悪夢だからな。だけど野球人として、一人のファンとしては、やっぱりあの男のプレーが見たい。ここ数年のメジャーで、間違いなく圧倒的に特別な男だからだ。そしてここでジョンが紹介したのが、ホワイトソックスファンにとっては聞くだけで頭を抱えたくなる大谷翔平選手の数字だったのです。大谷はホワイトソックス戦で通算41試合、19本塁打、41打点。さらにこのギャランティードレートフィールドに限れば、19試合で打率4割超え、8本塁打、23打点。同じ地区の相手でもないのに、まるでこの球場を自分の庭にしているかのような異次元のスタッツですね。この数字を見たおじいは、思わず声を張り上げました。おいおいジョン。なんだその数字は、19試合で8発に23打点だと。大谷のやつ、うちと同じ地区にいるわけでもないのに。この球場で世界中の打撃記録を塗り替える気か。そこまでこの球場が好きなら、もういっそのことホワイトソックスへトレードしてくれ。毎日ここで打たせてやるのにな。ホワイトソックスの好調ぶりに、ジョークも冴えるおじい。しかし本当に重要なのは、その後のおじいの一言でした。彼はこう続けたのです。だが、翔平にそれだけ数字を残されたのは、当時のホワイトソックスがチーム史上最悪クラスの崩壊状態だったからだ。だけど今は今のうちは牙を剥いた首位チームだぜ。そこを見てもらわないとな。しかし休養明けの大谷翔平選手からの、いきなりの容赦ない一発に、敵地実況席は仰天させられるのです。初回先頭の第一打席、相手ウワンバークが投じた2球目、高めを豪快に引っ張った打球は、どよめきの中あっという間にライトスタンドへ着弾。手応え10分の様子で見つめた大谷選手は、
ゆっくりとダイヤモンドを一周。左膝の炎症への周囲からの心配を吹き飛ばすような一撃。ホワイトソックス地元局、シカゴ、スポーツネットワーク。でも、実況のジョン・シュリフェン氏が、大谷が強烈な一打をライト方向へ。彼が世界最高の選手である理由がよくわかりますね。大谷が復帰戦で存在感を見せました。と試合開始直後の衝撃を伝えると解説のスティーブ・ストーン氏は、やっぱり大谷が出場しなかった昨晩の方が良かったな。と思わず本音を吐露。しかし一方で、シカゴの現地メディアが次なる最大の脅威として戦々恐々。そして強い関心を寄せていたのが、第2戦でドジャースの先発マウンドに上がる、ドジャースのエース、山本由伸投手でした。リポーターのコナー・マクナイト氏は興奮気味にこう語っています。第2戦で山本由伸のピッチングを、ここサウスサイドで迎え撃つことがどれほどタフで、どれほどエキサイティングな試練になるのか、そこに大きな見どころがあります。ホワイトソックスは今、若い打線が本当に勢いづいている。でも相手はドジャースの絶対的エースです。これ以上ない挑戦ですよ。そのコメントを受けておじいもすぐに反応。ドジャースの先発陣の層の厚さは尋常じゃない。マウンドにはあの山本がそびえ立っているんだからな。うちの若い強力打線が、あの精密機械みたいな速球と、消えるスプリットをどう攻略するのか。これこそが、このシリーズ最大のスペクタクルだよ。こっちは勢いに乗ってる。だが向こうは、本物のエースを送り込んでくる。だから面白いんだ。しかし目の前で繰り広げられたのはエース山本由伸による、想像を超える圧巻投球でした。なんと45者、連続アウト。かなり惜しいところでのヒットノーラン達成とはいきませんでしたが、9回途中まで一人で投げ抜き、敵地なのにもかかわらず、スタンディングオベーションが鳴りやまず、ベンチでは笑顔が引けていました。さらに、普段からドジャース戦を最も近くで見つめている実況キャスター、スティーブン・ネルソン氏はなんと、ホワイトソックス側のメディアに招待され、WGN ニューズのスタジオで山本由伸投手についてこう語っていました。現在のリーグの際、ヤング賞レースは、本当に歴史的な争いになっています。多くの怪物たちが並ぶ中で、山本由伸もそのトップ集団に自分の名前を押し戻してきているでしょう。彼のピッチングは、ドジャースの勝利の方程式そのものですから。彼はただ試合を作るだけじゃない。相手打線のリズムそのものを消してしまう。テンポ、制球、球種の組み合わせ、そして勝負どころでの冷静さ。すべてがエース級というより、まさに絶対的エースなんですよ。そしてネルソン氏は、そのまま村上宗隆選手の話へとつなげていったのです。もし宗が怪我をしていなければ、あの WBC のチームメイトであり、日本の最高峰の天才同士による、山本由伸 vs 村上宗隆、という、アメリカ全土が震えるような夢の直接対決が、このシカゴ南部で見られたはずでした。それが見られないのは、一人の野球ファンとして本当に落胆していますが、でも逆に言えば、ホワイトソックスの若手たちにとっては、今メジャーリーグで最も攻略が難しい投手の一人とされる、山本の牙城を崩せるかどうかが、自分たちが本物の勝者なのかを証明する最高の舞台になるんです。そしてネルソン氏の話は、そこからさらにホワイトソックスと村上宗隆選手への大絶賛へと広がっていきました。というのも実はネルソン氏は根っからのホワイトソックスファンだというのです。LA 側の実況アナウンサーが村上宗隆選手の不在を本気で惜しみ、その一方で、シカゴの放送局が大谷翔平選手を熱く語る。互いのスターを逆に語り合い、しかもその上で、このシリーズは面白い。と熱狂している。こんな光景も、そうそう見られるものではありませんが、ネルソン氏は止められないほど熱くなっていました。まず言わせてください。2026年シーズンのホワイトソックスのスタートは、本当に信じられないほど見事です。彼らは堂々のディビジョン首位に立っている。これまでのホワイトソックスは、完全なリビルドという重苦しいサイクルの中にいました。でも今は違う。勝ち負けの数字ももちろん重要ですが、それ以上に球場に定着した新しいカルチャー、若いエネルギー、あの空気がまるで違うんです。見ていてワクワクする。ああいうホワイトソックスを見られるのを、ファンはずっと待っていたんですよ。その中心にいるのが、村上宗隆だとネルソン氏は断言します。村上がホワイトソックスと契約したとき、私は本気で舞い上がりました。彼の打撃力だけじゃなくて、あのキャラクター、この街に絶対合うと思っていたからです。ホワイトソックスにとっても、彼にとっても、完璧な組み合わせだと確信していました。市場がどう動くかわからない中で、
彼を獲得したフロントは本当に大仕事をやってのけたと思います。彼は、ただホームランを打つ選手じゃない。チームの空気そのものを変えられるタイプのスターなんです。さらにネルソン氏は、WBC の時に東京で村上本人と話したエピソードまで披露していました。私は彼に、君は絶対にシカゴのサウスサイドを気に入るぞ、って言ったんです。もし君がそこで勝って、チームを勝たせたら、あの街のファンは君を神様のように愛する。ホワイトソックスを選んだ決断を絶対に後悔しないと、私が保証する。ってね。その言葉は、今振り返るとほとんど予言でしたね。実際、村上はメジャーの舞台に足を踏み入れるや否や、ホワイトソックスの歴史にいきなり名前を刻み込んでいったのですから。そしてその衝撃を、シカゴメディアは特にかなり強いトーンで伝えていました。今シーズン、シカゴ、ホワイトソックスの周辺で起きていることは、まさに驚異の一言です。その中心にいるのが、日本からやってきた若きスーパースター、村上宗隆です。昨年12月、クリス・ゲッツ GM が彼との契約を発表したとき、宗は必ずこのメジャーリーグでも大スターになる。そう語っていましたが、その言葉は今となっては、まるで未来を見通していたかのような予言になりました。村上はデビューから3試合連続本塁打という球団史上初のロケットスタートを決め、その後も本塁打を量産。5月下旬にハムストリングを痛めるまでの間に20本塁打を記録し、瞬く間にサウスサイドの象徴となったのです。ただ、現地が本当に強調していたのは、数字だけではありませんでした。何より大きいのは、彼がクラブハウスの空気を変えてしまったことです。若い選手たちが、村上の持つポジティブな文化、恐れを知らないアイデンティティを全面的に受け入れ、チーム全体が一丸となっている。まるで気心の知れた親友たちが、みんなで一から最高のチームを作り上げているような一体感が生まれているのです。それでは、この記事に対する反応、特に一部の読者による過激な意見やユーモラスな批判について掘り下げてみましょう。シカゴとロサンゼルス、そして日本まで巻き込んだ異例の熱狂。この物語を見たファンたちは何を感じ、何を思ったのか、そのリアルな声に耳を傾けてみましょう。正直、この記事を読んでいて一番驚いたのは、大谷翔平や山本由伸の活躍だけではありませんでした。むしろ敵地のファンやメディアが、ここまで相手チームのスター選手を心から称賛しているという事実に強く引き込まれました。普通なら相手選手に対しては警戒やライバル意識が先に来るはずです。それなのにシカゴのファンは大谷を見たがり、実況陣は山本を絶賛し、さらにロサンゼルス側は村上宗隆の不在を惜しんでいる。この光景そのものが、すでに野球の枠を超えた特別なドラマのように感じられました。特に印象的だったのは、WE1 と勝敗の大合唱です。敵地で相手チームの選手を求めるチャントが起こるなんて、本当に異例のことだと思います。しかもそれが単なる人気投票ではなく、強い相手だからこそ見たい。今のチームなら挑戦できる。というファンの誇りや自信の表れになっているところが素晴らしいです。ホワイトソックスのファンがチームの成長を実感しているからこそ生まれた歓声だったのだと感じました。また、大谷翔平のホームランが試合開始からわずかに10秒で飛び出したという展開には思わず笑ってしまいました。相手チームの関係者やファンからすれば、やっぱり来たか、という気持ちだったのではないでしょうか。どれだけ警戒していても、結局打ってしまう。その理不尽さこそが大谷選手の最大の魅力なのだと思います。復帰直後にもかかわらず、いきなり結果を出してしまう姿は本当に規格外です。山本由伸についても、改めてその凄さを実感しました。数字だけを見ても圧倒的ですが、それ以上に相手メディアや実況陣が口を揃えて絶賛している点に説得力があります。野球をよく知る人たちが、攻略が最も難しい投手の一人、と評価しているのですから、その価値は計り知れません。特に敵地でスタンディングオベーションが鳴り止まなかったというエピソードには鳥肌が立ちました。本当に素晴らしいプレーを見たとき、人は応援するチームの垣根を越えるのだと改めて感じます。そして今回の記事で意外だったのが、村上宗隆選手への評価の高さでした。怪我で出場できていないにもかかわらず、ここまで大きな存在感を放っていることに驚きました。単にホームランを打つ打者として評価されているのではなく、チーム文化そのものを変えた存在として語られているのが印象的です。数字以上に人間性や影響力を評価されているからこそ、多くの人が復帰を待ち望んでいるのでしょう。ホワイトソックスについても見方が変わりました。近年は苦しいシーズンが続いていた印象が強かったのですが、記事を読む限りではまるで別のチームのようです。
勝敗以上にチームの雰囲気が変わったという話は非常に興味深かったです。若い選手たちが前向きで、失敗しても下を向かず、次のプレーに集中する。そうした空気がチーム全体に浸透していることが伝わってきました。また、シカゴの放送局とロサンゼルスの放送局が、それぞれ相手側のスター選手を熱心に語っている構図も面白かったです。通常なら自チーム中心の報道になるはずですが、このシリーズでは互いにリスペクトが溢れているように見えました。それだけ選手たちの存在が特別であり、この対戦カードそのものが価値のあるイベントになっているのだと思います。読んでいて感じたのは、日本人選手たちがもはや、挑戦者ではなくなったということです。かつてはメジャーリーグで活躍できるかどうかが話題になっていました。しかし今では、大谷翔平、山本由伸、村上宗隆といった選手たちがリーグの主役として語られています。現地メディアが毎日のように特集し、相手ファンが歓声を送り、解説者たちが熱く議論する。そこには明らかに時代の変化があります。さらに感動したのは、選手たちの活躍だけでなく、野球そのものの魅力が伝わってくる記事だったことです。敵味方を超えた敬意、スター選手への憧れ、若いチームの成長、そして未来への期待、それらが複雑に絡み合って、一つの壮大な物語になっていました。だからこそ、このシリーズの続きをもっと見たくなります。大谷は次にどんな一撃を見せるのか、山本はどこまで相手打線を圧倒するのか、そして村上が復帰した時、ホワイトソックスはどんなチームになっているのか、考えるだけでワクワクします。この記事は単なる試合結果の報告ではありませんでした。メジャーリーグという舞台で、日本人選手たちがどれほど大きな存在になっているのかを改めて実感させてくれる内容だったと思います。そして何より、野球ファンであることの楽しさを思い出させてくれる素晴らしい物語でした。続きを読まずにはいられません。